斉藤由美と申します。パリでフラワーデザイナーとして日本からパリスタイルを学びに来る方にレッスンをしているのと、あとはフォトエッセイストとして写真と文章でパリの暮らしや花のことを伝える仕事をしています。フローリストになられたきっかけを教えてください。はい、私長野の出身なんですけれど、長野にとっても素敵なフラワースクールができて、そこに通いたいなと思ってそこで資格を取ってで教え出したっていうのがきっかけになって、それでお花の仕事をしているとやはり雑誌とかね、本とか見ますよね。いつもこの花すごい素敵だなと思ったのがパリのクリスチャントルチュで、いつかパリにクリスチャントルチュの花を実際目に見たいなと思いつつ、長野でたくさんの方にフラワーレッスンをしていました。長野から直接フランスですか？そうです。長野から直接フランスで、当時結婚していた人からですね、人生をやり直したい、他の人とねやり直したいから別れてくださいって言われてしまって、それでお別れすることになったんですけれど、本当は当時小学生だった娘を連れてパリに来るつもりで一緒に来て、日本人学校に通えるところにアパルトマンも借りたんですけれど、ビザの関係があって娘は一応その父親とそれから祖父母と一緒に暮らすことに残ることになって、私は1年間ということでパリに勉強に来て、まずはフラワーアレンジメントの学校が当時あったんですけれど、そこに通ってフランスのスタイルのお花を学んで、その間にですねクリスチャントルチュにずっと通って、こちらで研修させてほしいんだっていうことをずっと訴え続けていました。ですけれども全然やっぱり当時は誰もね日本人の研修生とかいなかったですから、何しに来たんだろうこの人とかね、学校もそのフランスの学校に入ってはいましたけれどもプライベートのクラスだったので、コンボンション・ドゥ・スタージュって研修協定書がなければ無理って言われて、でも本当にいろんな方に助けていただいて奇跡の出会いがあってですね、でその奇跡の出会いのおかげでクリスチャントルチュに半年かかりましたけど入ることができて今に至ります。その奇跡のね出会いのことをちょっとお話ししたいんですけれど、私の友達が研修していたあるお花屋さんに会いに行ったら、スタッフが大きな器を花の入った器を2つ抱えて配達に行くところだったんですね、歩いて。だから私よかったら1つお手伝いしますよ、1つ持ちますよっていうふうに言った先がすごいお屋敷で、勝手口から入ったんですけれど中庭が素晴らしかったんですね。思わずその近くの方に寄っていってしまったら、後ろからですねムッシュに「お嬢さん花は好きかい?」っていうふうに言われて、で「ごめんなさいムッシュあんまり素敵なところだったのでここまで入ってきてしまいました」って言ったら「君はクリスチャントルチュを知っているかね?」って言われたんですよ。それでムッシュ、私はその人のところで研修がしたくてもうずっと通ってるんですけどなかなかうまくいかなくてっていう話をしたら、じゃあ僕が一筆書いてあげようっていうふうに言ってくださって、でお手紙を書いてくださったんです。でクリスチャンのその方はクリスチャントルチュのお友達で、クリスチャン僕たちが過ごした夏はとても素晴らしかったね、僕はひょんなことから君のもとで研修したいっていうお嬢さんと知り合ったんだけれども毎回話を聞いてくれないかっていうね手紙を書いてくださったんです。でそれを持って行ったらすぐには見てもらえないんですけど、また1週間くらい経って手紙を見ていただけましたかっていうふうに店長に言ったら、それを見た店長が「あなたはムッシュとお知り合いなのね、分かりました、じゃあまた連絡します」って言って、でその2日後に10月からどうぞ研修に来てくださいっていうふうに言われたんです。で私を助けてくれたムッシュは事故で首から下が麻痺されていて、だから私がその中庭の方に寄っていった時ももう電動の車椅子に乗って話しかけてくださって、手紙を書いた時も秘書に口述筆記をさせて最後に口でペンを加えてサインをしてくださったんですね。それを持ってって、そのおかげで私は研修できたんですけど、そのムッシュがですね最強の2人って
映画がありましたね。はい、車椅子の生活をしているムッシュとお世話をするね男性の映画なんですけど、あれは実際の話を元にした映画なんですけど、あれのモデルになった方だったんです。たまたま友人の家でテレビを見たその最強の2人の映画で、なんか既視感があるんですね。なんかこの中庭とか、それから秘書に口述筆記をさせているところとか、なんか見覚えがあると思っていたら、最後にそのムッシュの今のお姿とかお名前が出てきて、助けてくれたのは映画になったムッシュだったっていうことで、はい、すごい感動的な話なんですけど、素晴らしい出会いですね。もう本当にそれは全てのものに感謝したい出会い。頑張っていればね、いいことがあるんだなっていうふうに思いました。フランスで大切されるようになった転機などは、はい、今お話しした通り、そのムッシュに知り合ってお手紙を書いていただいて、それが通ったっていうことですね。あとはそのクリスチャン・トルチュで店長に言われて、最初の日にアシストに行ったのがバンソン・レサールだったんですけれども、その出会いも非常に大きくって私の人生を変える出会いで、そのバンソンが独立することになった、お店を手伝うことになって、そこでレッスンをすることになってっていうふうに、今でも非常に協力関係なんですけれども、そういった出会いがあったことも大きな転機になりました。あと大きなホテルでも、はい、そうですね。そのクリスチャン・トルチュで、ものすごく日本人ですからね、一生懸命働いていたら、トルチュからそのバルダという会社に引き抜かれていったスタッフがですね、私のことをよく話していたみたいで、トルチュの時にね、ユミっていう日本人でめっちゃよく働く子がいてさみたいな話をしてくれてたらしいんですね。で、彼が実家に帰ってそのバルダを辞める時にバルダのムッシュオーナーから電話をいただいて、で一緒に働かないかっていうふうに言われまして、それでホテルリッツの、専属フローリストを探していたコンペにちょうど声をかけられていた時期だったので、一緒に協力をして、でいろいろありましたけれども、6ヶ月くらいかかったんですけれども、結果最終的にそのバルダで担当することになって、ホテルリッツの総価をですね、トータル4年半くらい、はい、担当させていただきました。それはすごくいい経験になりました。フランスで大変だったこと、はい、フランスと日本の仕事観の違いなどははい、ありましたでしょうか？そうですね、一番大変だったのはとにかく労働許可を取るまでですね。例えば君に3年後に労働許可をあげるから、それまで頑張ってくださいっていう期限でも決まってたらいいんですけど、取れるか取れないかわからないね、っていうような、本当にもうここにいられないかもしれないっていうような状況の中で取れるまでの期間が非常に厳しかったのと、前にフランスのフローリストを連れて日本でイベントをねする時があったんですけれど、やっぱりフランス人って仕事が中心じゃなくて、仕事が人生の最優先じゃないから、その全部もう全てお膳立てができて、会場も抑えて人も集まって花も発注してあったのに、やっぱり行かないみたいなねことがあって、でもう私が全部その責任をかぶったっていうようなね出来事もありましたけれど、日本はやっぱり仕事がとにかく最優先で、どちらがいいというふうには言えませんけれども、フランスの人は仕事第一ではないので、その辺はやっぱり様子を見ながらしていかないとっていうふうには思ってます。フラワーアレンジメントに関しての違いってありますか？日本とパリ、フランスと。そうですね、フランスパリスタイルって言ってもお花屋さんごとに全部スタイルが違うので一概には言えないんですけれど、私が皆さんにご提案しているシャンペトルっていうことに関して言うと、日本で今までやっていたのはなんかお花を使って形を作る、お花を使って自分の作りたい形にするっていう、まず自分に花を寄り添わせる感じだったんですね。けれどもそのフランスでパリで学んだお花のスタイル、特にシャンペトルの場合はそのお花の形を生かすっていう、自分のエゴを先じゃなくって、このお花がきれいに
見えるにはどういう使い方をしたらいいかなっていう、あくまでこう自然を尊重するスタイルだったって、そこがすごく大きく違う、根本から違う感じがしました。自然に見せる感じ、こうナチュラルに見せる。そうですね。例えば今はね時代も変わっていると思うんですけど、私が当時日本でやっていたのは、例えばお花を使ってですよ、三角形を作るとかね、そういうものだったんです。だから三角形にするために花を切り刻んでたんですけれど、今やってるそのシャンペトルというスタイルはもう曲線、お花のね曲線を生かす。例えばブーケもまん丸じゃなくていいんですね。あえてちょっとあんまりそのかっちりとまん丸ってものは自然じゃないですから、自然の雰囲気を生かす、趣を表現するっていうことで、あえて少しバランスを崩したりするんですけれど、でも自然にある姿を尊重するスタイルだと思います。最も達成感のあったお仕事などはありますか？リッツのもともと職員だったフローリストがいたんですけれど、ちょっと新しく総支配人が来た時にお花のスタイルを変えたいということでコンペがあったんですね。で、私はバルダっていう会社からそのコンペに参加することになって、6社フランスパリを代表するね6社が参加したんですけれども、それでこう何回か、例えば1回目は自分の好きに行けていいよって言われて、こう自分たちのスタイルで好きなように行けるんですね。でもう1回はじゃあ今度は低予算でやってみてっていうお題が与えられて、結果が出るまでに半年くらいかかったんですけれど、とにかくその最終的には勝ち抜いて、私たちスタッフ本当に6人くらいの新しい会社でね、大手にはかなわない部分も多かったんですけれど、熱意とデザインですね、そういったものを評価してもらえて、リッツの専属のフローリストとして働けたことは非常に大きな達成感を感じました。で、私常々思ってるんですけれど、願いは口に出すと叶うっていうね、言霊を信じてる。だから願ってることはこういうことしたいんだよねって、こういうことがしたいんですって言っていると、誰かがそれを聞いて、じゃあこの人紹介してあげようかとか、あ、この人こんなこと言ってたな、じゃあちょっと記事書いてみるとか、何かこうきっかけをねくださったりご縁をいただいたりするので、だからこういうことがやりたいんだ、叶えたいんだっていうふうに思って、こう口に出すことは大事だなっていうふうに思っています。パリの魅力について教えてください。はい、もうとにかく街が綺麗ですよね。パリはこの綺麗な街っていうだけで全てを許される魅力があると思ってるんですけれど、はい、だから今パリに住んで23年になりますけど、まだ未だにもう観光客のみたいにすごい勢いで写真も撮ってますし、毎日感動してるというか、素敵だな、綺麗だなこの街は。あとは美意識が高い、全員じゃないですよ。でもこう美しいものを大切にするっていう、効率とか合理性とかその生産性、速さとかじゃなくって、美しいものを大切にするっていう一面もあるので、例えば私は外国人で電話対応とかね、接客がうまくできるわけでもないし、その運転をして配達ができるわけでもないけれども、でもその綺麗なものさえ作れれば、こうちゃんと登用してもらえるというか、認めて使ってもらえるっていう、でこうきちんと真面目に仕事をするっていう部分も日本人で良かったなと思いますけれど、そういうものがあれば、外国人にもとか、それから年齢とか関係なくですね、認めてもらえるっていうところはパリの素敵なところだなというふうに思います。またこれからいろんなことをされるんじゃないかなと思いますけど、ね、なんかいろんなねお話もいただいてるんですけれど、でもこうコロナになってみて、自分の生活を整えたりですとか、こう心地よく暮らすっていうことにも目覚めて、やっぱり仕事だけではなくってプライベートの時間も、それからこう体力もねだんだん年とともに落ちていくので、あまり無理をしないで、そのいいバランスをこう探していくっていうのがこれからの課題のように思います。ありがとうございます。人生で大切にしていることで、まずこれまでの人生で一番の成功とは何だと思いますか？
成功というものに対しての概念をまずねお話ししたいと思うんですけど、私はその人が毎日幸せな気持ちで暮らしていたらそれが成功だと思っていて、例えば地位とか名誉とかお金があるとかね、そういうことはまた別の人の価値観で、私の価値観は毎日起きて楽しい、嬉しい、幸せ、ありがたいっていうふうに思って暮らしたらもうそれは大成功だと思ってるんですね。だから自分はその面でいくともう大成功というか、ありがたいことに成功だなっていうふうに思っています。伝わります。そうですか。なんかハードルは低い方がねいいですよ。ご自身のつながると思うんですけど、中の軸ぶれない考え方っていうのははい、ありますか？そうですね。とにかく長いこと生きてきていろんなね大変な目にもあってきて、とにかく感謝を忘れないこと、それから自分のやりたいことをやる、向いてることをやる、それをやる仕事としてするにはどうしたらいいかを考えるっていうことは常に考えています。で、自分にしかできないことというか、自分だからできることっていうのをいつも考えるようにしています。そうするとあんまりね、人がどうだからとか、あの人がこうしてるとか、あんまりぶれなくて、自分はどうしたいのかっていうことをね、やっぱりフランスにいると常にそれを突きつけられているような気はするんです。何食べたいとか、食後にね何飲みたいって、私はいらないとか、私はコーヒー、私は紅茶っていうふうにみんな自分の主張をはっきりしますよね。そんな些細なことでさえ。でも日本だとみんなはどうしますかって、まず皆さんの意向を気にしないといけないんですけど、ここはフランスですから、まず自分がどうしたいかって、もちろん人にそれは迷惑をかけるとかいうことではなくて、人に迷惑をかけない範囲で自分がしたいことっていうのをは何なのかっていうのをいつも考えて暮らしています。最後に、はい、お仕事で海外に進出したい方にアドバイスをいただけますでしょうか？はい、一つはサバイバル力ですね。もう何があってもやっていくっていう強さ、心身ともにタフであることが求められるような気がします。あと胃腸が強いこととかね、好き嫌いが少ないと生きやすくなると思いますけど、あと多少の鈍感力が必要で、辛いこととか心ないことを言われても流せるとか、なんでこんなことが起きるんだろうっていうね出来事がありますけれども、あんまりそこにくよくよしていると自分が潰れていってしまうので、なるべく流す、違う方に目を向けるとか、そういうなんて言うんでしょうね、あんまり繊細さんでいない方が、ある一面はですね、鈍感力があること、それから本当にタフであること、前向きであることが必要かなというふうに思っています。実りのある参考になるお話たくさんいただきました。いえいえ。インタビューにお答えいただきありがとうございます。ありがとうございました。ではこれを持って家で飾りたいと思います。思い切って取ることがね重要になって